皆さんこんにちは。プラモデル系 VTuber のじゅんさんです。世界の名車アメリカ編ということで、アリー24分の1オーナーズクラブシリーズダッチチャレンジャー1973年型の制作第10回になります。今回の作業はドライブシャフト部分の加工です。リアサスパーツなんですけど、板バネ部分とドライブシャフトが一体になっています。ドライブシャフト部分の一部がモータライズ時代のおそらくギアボックスか何かに当たる部分だったためだと思いますが、一部途切れています。今回はこの途切れている部分をつなげる加工になります。今までの加工は穴を埋めたり隙間にパテを盛り付けたりする加工でしたが、今回は棒状の欠けている部分を作るという新しい作業で結構楽しかったです。それでは本編をどうぞ。はい、では始めていこうと思います。これがリアサスとドライブシャフトの一体になっているパーツです。この欠けてるところをつなげたいと思います。で、いつものプラ板を使ってやろうと思っているんですけど、これ使ってなんとかならないかなと思って、切り出してみました。今回使うのは厚さ 0.3mm のプラ板です。で、いざよしやるぞと思ってみたら、あれこれをどうすればここをつなげられるだろう。巻きつけてもいけないしなと。要するにノープランでプラ板だけ切り出したんですけど、やっぱりダメでした。ということで、エポキシパテ作戦に変更しました。これ買ったのいつだったろうっていうぐらい前に買ったやつなんですけど、まだ未開封で、改めて今説明書を熟読しています。これ、水をつけながら形を整えるとうまくいくっていうですね。前やった時にあんまりこれを読んでなかったです。未開封です。なんで買ったのかちょっと覚えてないんですけど、多分その時はその時で何かやろうとしてたんだろうなと思います。このハサミ、本当何でも切っちゃうんですけど、このハサミを使って白と茶色を同じ長さに切ると。で、薄いフィルムを剥がして、フィルムの端がうまくつかめるかどうかで、その日の調子が分かったりしますよね。はい、これをしっかりと混ぜ合わせていきます。最初ってちょっと硬いですよね。しばらく混ぜてると柔らかくなってきます。こうして無心にネリネリしていると気持ちが安らぎますよね。はい。色がしっかり均一になるまで練り込んでいきました。はい、こんな感じになりました。では盛り付けていこうと思います。今見るとどう見てもこれパテの量が多いんですけど、やってる時は全然最初気づかなかったんです。で、とりあえず長さ合わせてみて、量を調整しています。半分にちぎってもう一回合わせてみますけど、これまだまだ全然多いですね。さらにちぎって、また合わせて、ちぎって合わせてを何度か繰り返していました。こういうのを一発でバチッとできると作業効率が上がるんでしょうね。はい。非効率モデラーと呼んでください。なんてことを言いながらやってるといい感じの量になってきました。この作業で余ったパテをシャシーに使ったんですよね。はい、ここで最近やたら使っているスパチュラが登場します。しかしどうやって使っていいかあんまりまだ分かってないので、とりあえず最初はペタペタしてる感じです。スパチュラに水をつけて作業するとひっつかなくていいですね。なんだかんだでも結局指が一番やりやすかったりして、指で形を作ってスパチュラできれいにしていくという感じです。表面をきれいにしたりまっすぐ伸ばすのはスパチュラの方がやりやすいように感じます。こんな風にこすりつけるように伸ばしたりするのはこういった道具の方が断然やりやすいです。
曲面を作るのが初めてなので作業に思い切りがないですよね。もっと簡単にできるかなと思ってたんですけど、全然思い通りにいかなくて、うまく形ができたかなと思ってちょっと他のところを触るとまた形が崩れて、そこを直そうとしたらまた別のところが崩れるっていう、なんかそんな堂々巡りをしばらく続けておりました。でようやく納得のいく形になりましたので、これでしっかり硬化させて次の工程に行こうと思います。はい、硬化が完了したので、これからヤスリを使って仕上げていきたいと思います。エポキシパテは硬化すると少し縮むということなんで、少し太めに形成しました。でこれを左右太さが合うように削ってヤスって仕上げていこうと思います。まずは棒ヤスリで粗めに不要なところを削り落とします。入り組んでいるので棒ヤスリが当てにくくてちょっと当初苦戦しました。でも慣れてきてコツが分かってきてからは作業がスムーズになりましたね。金属ヤスリでエポパテを削る感触がすごくザクザク削れて結構好きですね。はい、この辺りからサンドペーパーも使ってます。使っているのは400番の耐水ペーパーですね。また棒ヤスリ出てきましたけど、この辺の棒ヤスリとペーパーの使い分けは自分でもちょっと謎です。とにかく無心で削ること小1時間。こんな感じで一心不乱にヤスりまくった結果がこちらになります。しっかり曲面にもなっているし、下手なりにうまくできたんじゃないかなと、いつもの自己満足の領域に達することができました。両サイドの穴もしっかりと埋めて詰めておきましたので、これで作業終わりです。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。ここまでもパテを使っていろんな処理をしてきましたが、隙間に埋めたりへこみに盛り付けたりといった作業がほとんどでした。今回は立体的な構造をパテで作り出すという今までにない新しい作業でした。もちろん造形というには程遠い内容ですが、それでも埋めたり盛り付けたりするのとは少し違う立体構造を作り出すという新しい挑戦になりました。実際にはシャシーはこんな感じになっているようなので、今回の作業もディテールアップというよりは作業的なこだわりでしかないですね。大切なのは何かを作ることの楽しさだと思っていますので、ここはどうしたらいいかなとか、何を使ったらうまくいくかなっていうのを考えて、それを実行することの楽しさを感じています。作業してない時間もあれこれ考えてニヤニヤしたりする、そういう時間を持つことができるのも模型作りの楽しいところではないでしょうか。ということで今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎度のことですが、この作業が必要か不要かで分けちゃうと、これはもう完全に不必要だと思います。私のチャンネルが面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメント、どうぞよろしくお願いします。